やっほー皆さんこんにちは、テイジダッシュです。今回はマッチングアプリで遊び目的の男性の特徴とはという回ですね。はい、5つに分けて特徴を説明していくのでぜひ最後まで見てください。早速マッチングアプリ遊び目的の男の特徴、まず1つ目は特徴というかこれは警告なんですけど、人気会員には注意せよです。ですね、人気会員というのは相手のいいね数が分かるアプリの時だけは分かるんですけど、例えばペアーズとか大手のねお見合いとかビズとかそのようなアプリだったらどれぐらい、いいねが集まってるかっていうのが分かります。大体のアプリは、Tinder とかは分からないんですけども、相手のいいね数が分かるんじゃないかなと思います。その時に、平均の男性よりも明らかに多い、特に多いとかだとなんか300プラスとか500プラスとかも多すぎてそれ以上の数が表さないような仕様のアプリがあるんですけど、それぐらいになったら超人気会員だし、だいたい100ぐらい、アプリにもよるんですけど100以上もらってれば割と人気会員かなと思います。男性の場合は、女性はそうじゃないんですけど。で、なぜ人気会員には注意せよって言うのかというと、もちろんマッチングアプリさっきも言った通り真剣に、使ってる方もいるんですけど、そういうナンパ目的だったりとか、もうね、そういうやれる女の数を競ってるような、浅はかな人間どもがいるんですよ、お人たちが。そういう人たちがね、アプリを駆使していかに手軽になんか安くやるかみたいなのがね、たくさん世の中にはね、残念ながらノウハウが出回っております。そんな時にね、意外とちょっと言えないんですけど、大手のね P のアプリとかではかなりナンパ師みたいな、そういう人は実は多いです。で、そういう人たちって本当にアプリで人気になることにすごい特化してるというか頑張ってるので、やっぱりプロフィールの設計とかメッセージの仕方とかすごい上手なんですよ。たくさん足跡を残すとか。なので、もちろん純粋に女性から人気があるっていう意味で人気会員っていう人もいるんですけど、マッチングアプリを使うのが上手で人気会員っていうちょっとね、あまり良くない男性もいるので、基本的に人気会員には私は合わないですね。なんかそもそもじゃあそういう目的でやってないとしても、かなりたくさんの女子からいいねが来てる状況で、なんかあえてそういう人に行くメリットも自分はないので、人気会員はそもそもあんまり合わない方がいいよってよく言ってるんですけど、そういう意味でも避けてます。ということで1つ目は終わりです。続いて2つ目の特徴ですね。2つ目の特徴はプロフィール写真になるんですけども、プロフィール写真にこのような特徴がある人です。まず1個目は顔写真がない人、上裸筋肉男、エレベーター自撮りスーツ男です。いや、自分で言っててちょっと面白くなってきた。まず顔写真がなしっていうのは、なんか夜景だけの写真とかマンションとか部屋だけの写真とか、なんか明らかになんかそういうやばい写真の人ですね。そもそも顔写真を載せる勇気もないようなやつがマッチングアプリやるなよっていう感じなんですけど、なんで載せてないのっていう、知り合いにバレるとかプライベートモード使えばいいじゃんって思ってるので、そもそも私は顔写真なしの人とは会わないのであまり興味がないです。なので、そういうなんか綺麗な夜景とか美味しそうなご飯とか自分の部屋だけ載せてるようなちょっと怪しい男はまずやめといてください。こういう人は本当に遊び目的な人がとても多いような気がします。あとはこれは結構有名な話ですけど、上裸筋肉、なんか筋肉をアピールしたいのか、なぜか上を裸になりで、トイレの鏡だったりとか自宅のね、洗面台の鏡で上裸の筋肉を写してる写真ですね。もう本当にこれはさ、もし真剣にやってる人で、もし男性で今これ見てる人がいちゃったら、これ本当にやめた方がいいです。見ててもそんなにね、筋肉すごい素敵とかもならないので、絶対に上裸筋肉写真だけは本当にやめた方がいいと思います。この上裸筋肉男はね、私は実際に会ったことはないんですけど、そういう上裸筋肉男とマッチした後に、そういう明らかにそういう遊び目的でしょっていうメッセージがたくさん来る傾向があったので、項目として入れさせていただきました。はい。で、最後3つ目ですね。こちらのプロフ写真はエレベーター自撮りスーツです。なんかすごい本物の写真なのかどっかから持ってきた写真なのかわからないんですけど、大体本物の写真か、ただのスーツだけの写真も怪しいし、特に怪しいのはエレベーターで撮ってる自撮りスーツですね。だから本人なのかな。おじさん率が高いんですけど、自分の顔は写さないでこういう感じですね。私も十分怪しいやつなんですけどなんかこういう感じでスマホこうやって持って自宅のエレベーターなのかどこのエレベーターなのかわからないんですけど、なんか顔は写さずにスーツだけ載せてるっていう写真ですね。なんかこういう人もかなりマッチさせた後に、私も昔はいいかなと思ってマッチしたことあるんですけど、かなり遊び目的だなというメッセージがたくさん来たので、この3つ、顔写真なし、上裸筋肉男、エレベーター自撮りスーツ男には特に注意してください。続いての3つ目の特徴はファーストメッセージが巧妙ということです。これはね、とても気をつけてほしいんですけども、普通マッチン
グアプリでマッチした後って初めのメッセージで男性から送ることが多いと思うんですけど、だいたいマッチありがとうございます、何々って言います、お名前なんて言うんですかとか、なんて呼んだらいいですかとか、あとはこういうところがいいなと思ってマッチしましたとか、ただよろしくお願いしますとか送るだけの人が、ほぼほぼ多いというか、8割方そうだと思うんですよね。で実際にそういうメッセージで私は別にいいと思ってるんですけど、そういうメッセージって女性からちょっと返信しにくいじゃないですか。名前なんて呼んだらいいですかって言ったらまだね返信できるけど、他者と差別化できないんですよ、男性目線で。ってなるとちょっと面白いことを言って笑いを誘ってファーストメッセージから返信をもらうっていうテクニックが多分そういう遊んでる系の男性の中に出回ってるのかなっていう感じなんですけど、そういうちょっと巧妙なファーストメッセージを送ってくる人は気をつけてくださいということです。例えばの例なんですけど、これさっきね私が昔のアプリのマッチしたやつとかを見てたりとかして発見したんですけど、ファーストメッセージあれ天使ですかっていうやつですね。多分これコピペしていろんな人に送ってると思うんですけど、はい、私は天使ではないので、はい、あなたがもう天に召されてくださいっていう感じですね。あと2つ目は君と出会うために生まれてきましたっていう謎のそれだけ来ました。もう何なのかちょっとよくわかんないんですけど、こういう変なねメッセージを送ってくるやつもやばいです。あともう焼肉行かないっていう牛のね文字付きで来て、これはちょっと笑っちゃったんですけど、こういうねノリが軽いというか変なやつはやめといた方がいいです。こういう人もかなり遊び目的というかねこういう狂ったやつが好きな人とか会いたい人は別に会ってもらってもいいと思うんですけど、大体の女子はそんなこと望んでないと思うので、こういうのはもう普通にマッチ解除かブロックか無視でいきましょう。あと他の特徴としては初めからタメ口。そもそも普通は敬語ですよね。なので初めからタメ口という男性もろくな男がいないということで、女の子慣れしてるのを出したいのか、もうそういう人間性なのかね、ろくな男がいないですよ。だからやめておきましょう。あとは分かりやすく言うとナンパストリートナンパする方々がいらっしゃるじゃないですか、男性にはでそういう人たちがよくこの辺でペンギン見かけませんでしたかみたいなとか、第一印象ピアノがうまそうとか、そういうふざけたことを言ってちょっと笑わせて、それオープナーって言うらしいんですけど私なんでこんなナンパ用語に詳しいんだろうそうなんですよ。一応ね出会いを司っていた人間としてそういうのをちゃんと調べて勉強していた時期がありまして、そういうテクニカルなことをやってくる男の人は良くないよっていうことですね。なのでファーストメッセージが巧妙すぎる人もかなり気をつけてくださいということで、3つ目はこれで終わりです。続いて4つ目は、少しでも下ネタだったり家ホテルをほのめかすやつは問答無用でなしっていう特徴です。これ特徴も何もないんですけど一応結構相談で多いので入れておきました。会う前とかね、会って1回目とか2回目でまだ付き合っていないのに家飲みしようとかホテル行こうとか、今お店やってないし家で飲んだ方が楽しくないとかっていうようなやつとか、もう少しでも提案してくるやつはもう本当にもうそういう男ですよ。もうそんな人とねどうなりたいんですかっていう話なので、すぐ切ってください。でよくフォロワーさんから多い質問というか相談だと、いいなと思ってた人がこういう感じの送ってきて、これで会ってもいいんですかとかっていう悩みそう意外とあるんですよね。そういうの言える人って結構自信があったりとかかっこよかったりする人がアプリ上ではいるので、女性的にもいやこれ遊びでしょってちょっと分かってるんだけど、顔がかっこいいからとか、ずっとメッセージしてたし会うか悩んでるっていう相談は割とあります。気持ちは分かるんですけど、もうそんなようなことをね一瞬でも言うようなやつは本当にそういう目的なので、もしあなたがね真剣な出会いとかちゃんとしたお付き合いを望んでいるなら、もう問答無用でバッサリ切りましょう。悩んでる時間が本当に無駄なので、そんなこと悩まなくていいです。もうその男はクソなので諦めましょうということで4つ目の特徴はこれで終わりです。続いて最後の特徴5つ目ですね。これ特徴というか、そもそも論なんですけど、マッチングアプリの特性を理解しようということです。たまに本当にもうこれをね最後まで見てくださっている方はかなり勉強熱心なのでもう分かってると思うんですけど、たまに Tinder で頑張って婚活してますとか彼氏作ろうとしてますとかって言ってそれで遊び目的の人が多いんですけどとかって言ってくる人多いんですけど、いやそれはねもちろん Tinder にも素敵な出会いはあるし、私は全然否定はしないし、もちろん Tinder で結婚した人もすごいたくさんいると思うんですけど、そういう人が多いアプリですよ。あと他にもそういう目的の人が多いマッチングサービスだったりとかは
あるし、逆にね真剣な人はちゃんとこういうのを使いましょうっていうのも情報もたくさん出ているので、マッチングアプリの選び方を誤らないようにしましょうということです。結構調べればね、これは既婚者が多いとか彼女持ちが多いとかっていうのも出てきますので、というかそもそも逆にじゃあ男性の立場に立って考えてみてくださいってことですよ。気持ちわかんないかもしれないけど、あなたがもし男性で、ただ遊び目的の女の子だけ欲しいと思った時にどういうアプリを選びますかっていうことです。例えば、結婚してたりとか彼女がいるけど遊びたいっていう人がどういうアプリを使いますかって言ったら、まず、顔出しガンガンのアプリは使わないよなとか、ちょっと閉ざされたやつとかにしようとか、いろいろ考えるじゃないですか。だからもう本当にどうしても遊び目的とか、いわゆる世間でいうやりもくですよね。やりもく男と出会いたくないとか、どうしてもすごい避けたいという人はもうそっちのね心理を学ぶしかないですよ。逆算して考えて、そういう人がどういう行動を取るかっていうので考えていったらいいんじゃないかなと思います。なのであえて5つ目で当たり前のことなんですけど、マッチングアプリの特性を理解してちゃんとそういうのを防げるような、より安全というか適切なマッチングアプリを使いましょうということで、私のねおすすめのアプリは、読んでくださってる方もたくさんいるので、もう読んでるかなと読んでる方が多いんじゃないかなって思うんですけど、概要欄にノートでまとめてるのでよかったら読んでみてください。あと最後にね、私ツイートでもよく書いてるんですけど、やりもくっていう言葉があんまり好きじゃなくって、もちろん初めから遊び目的の人とかナンパ師みたいなのをなりわいとしてる人はいるので、そういう人たちはもちろんその言葉に当てはまると思うんですけど、例えばね女の子側もちょっとその気があって、1回とか2回とかあって寝ちゃいましたで、男性側からそれでお付き合いしてもらえなかったっていうのをやりもくだったっていうのはちょっと違うんじゃないかなと思っています。もちろんねそこで先にやってしまうと付き合うまでの難易度が上がるっていうのは、それは先にね袋閉じを開けたようなものですから、そんな雑誌を買いたくなるかっていう考えでちょっと付き合えなくなるっていう考え方もあるんですけど、それがあんまり相性が良くなかったとか、付き合うのはちょっと違うかなって、その時間を過ごして思ったっていう相手の結果なので、それをやりもくだったとかって言ったところでしょうがないんですよ。それを言ってその相手を非難したところであなたの人生はどう変わるんですかっていうことなので、まずそもそもね付き合う前にやらないでくださいっていうもうそういうので悩む子は別にそれはそういうのを楽しんだりとかそれでいいと思ってる人は別にいいんですけど、それで悩むんだったらもう本当にやるなっていう話なんですよね。ということで、でももちろん初めから遊び目的でアプリを使ってる男性も残念ながらいるので、防げることは先に防ぎましょうということで今日この動画を撮らせていただきました。5つの特徴いかがだったでしょうか。振り返ると1つ目、人気会員には注意せよ。2つ目は顔写真なし。上裸筋肉写真男、エレベーター自撮りスーツ男のプロフ写真は気をつけろ。3つ目、ファーストメッセージが巧妙。4つ目は少しでも下ネタ、家ホテルをほのめかすやつは問答無用でなし。5つ目はアプリの特性を理解しようという内容でした。いかがだったでしょうか。もし動画が良かったら高評価ボタン、まだチャンネル登録してない人はチャンネル登録お願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もやっておりますのでフォローお願いします。今日のね感想とかね DM でも、あとは YouTube のコメントでも待ってるので、ぜひ教えてもらえると嬉しいです。ということで今日はこんな感じで終わりにします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。みんちゃんもバイバイ。バイバイ。